あざみの冬枯れの腹に数頭の馬が姿を現しました。白馬が2頭、金色のたてがみを持つ栗毛が5頭。住谷は毛布から顔を覗かせて、必死に目で追い、数えていました。栗毛の馬に金の髪を持つ長身の影、そして白馬には白銀の髪を持つ光り輝く姿。光線の民、と呼ばれる美貌の人々でした。住谷は粗末な綿の下衣に、羊の毛皮をなめして切ったベストを羽織っただけの、見てくれもひどく、機能性もなさそうな服を着ていました。泥だらけの顔は、目だけがぎょろりと異様に大きく、鼻水の跡がカサカサの唇まで続いていました。10歳くらいの少年に見えますが、実際は14歳の少女でした。凍りつきそうな冷たい川に、小舟を浮かべ、その中で寝泊まりしてすでに5日目、寒さをしのぐものといえば、毛布だけ、唇をペロリと舐めれば、しょっぱさが混じります。指先を切った手袋は、それでも少しは役に立ったかもしれません。素手では張り付きそうな冷たい貝を握りしめて、行ったり来たりを繰り返し、荒れた野原を探り続け、ずっと光線の民を待っていました。そして、やっと見つけたのです。船を漕ぐのをやめ、あざみ川の流れに身を任せ、気づかれぬように注意しながら、住谷は光線の民の様子を観察しました。軍勢というには、7人は少なすぎます。石膏のようなものなのでしょうか。それでも光線の民は、輝くばかりの鎧をまとい、背には滑らかな曲線を描く号泣を背負い、腰にはやや湾曲した片刃の剣を刺していました。いつでも戦闘を行えるいでたちで、緊張をたたえながらあたりを探っています。川辺の方を、銀髪の一人がちらりと見たとき、住谷は慌てて身を伏せました。その人は、ため息が出るほどの美しい造形。金色のサークレットで留められた銀の髪は、光の色を映し出して柔らかな色に染まり、稲穂のごとく風に揺れていました。白銀に映える透き通るような肌、その中に浮かぶ夕闇の瞳、しなやかな獣のような縦長の瞳孔は、日が傾き、あたりの光が薄れるに伴い、やや緩んでおりました。時間を司る神が、すべてを忘れて生み出したような、若くもなく年老いてもいない姿。この青年は、おそらく何千年という時を生きていることでしょう。そして、さらに時間を重ねても、彼は老いに汚されることはありません。光線の民たちは不老不死なのです。常に生死であることを天空の神より望まれて、老いることなく若い姿を保つのでした。船は、ゆっくりと川を流されていました。もっとも彼らに近づいた頃合いに、住谷は毛布の影から再び彼らを覗き見しました。銀髪の青年は、船が流れていく様を、じっと目で追っています。ただ流されていくだけの小舟に、光線の民はその敏感な感覚で、何かを察したのでしょうか。もしかしたら目があったかもしれません。しかし、住谷は目を伏せることなく、居殺されたウサギのように微動だにせず、光線の民を見続けていました。大河を下った遥か遠く、人間の国には、白い肌を持つ人も住んでいると聞きました。黄金の髪と紺碧の瞳を持つ人がいるとも聞きました。このうつつの大地には、まだまだ住谷の見知らぬ土地が広がっているのです。しかし、住谷の知っている世界は、ほんの小さなものでした。あざみ野と呼ばれるこの野原と、それにつながる荒れ地、小さな村がすべてです。住谷は太陽に焼かれた褐色の肌を持ち、焦げた茶色の髪を持っていました。背丈もさほど大きくはなく、すべてが小さく、大きいといえば、ぎょろりとした羽柴未色の瞳だけでした。そして今、
住谷は初めて出会った輝けるばかりに美しい人々を、息をもせずに見ているのです。すらりとした長身を馬上に置いた一行の前を、船は通り過ぎていきました。そして、高専の民たちもまた、あざみ川の上流に馬を向けて走り去りました。後には、背高の枯れた草だけが、さわさわと乾いた風に揺れているだけでした。住谷はため息をつきました。夢の世界に迷い込んだかのような錯覚に、しばし自分を忘れていたのです。船がくるりと流れの渦に回されて、揺れて転覆しそうになりました。住谷は慌てて、ぼっとしている自分に喝を入れ、急いで船を岸辺につけました。霜の枯れ野を踏みしめた足は、綿のキャハンを巻きつけた下に藁を編んだ靴を履いています。足の指は、ちぎれそうなくらいに冷たくかじかんでいましたが、住谷はかすかに顔をしかめただけでした。腰に鉄製の短剣を刺すと、さらに喝を入れ、住谷は走り出しました。高専の民を見失うわけにはいきません。12年も待ったのですから。まるで犬のように、地面に残された蹄の跡を追って、住谷の追跡は始まりました。